以前からこの上り坂でも下り坂でも速度が一定になるコントロールができないかをテーマにコントローラーを作ってきました。このような制御を行う場合、車両の速度が検出できないと、速度を一定に保つことができないです。また、配線が複雑になったり、車両を改造したりするのでは、どの車両でも気軽に走らせることはできません。そこで考え出したのが、フィーダー線に逆流してくる気電流です。この気電流を検出すれば、速度が検出できるのではということで作り出したのが、主の作っているコントローラです。車両や線路には何の改造もなく、コントローラとは普通のパワーパック同様に、フィーダー線をつないでいるだけです。では、上り坂、下り坂の試験走行の様子を見てやってください。まずは、比較用に加藤のスタンダード SX を走らせて比較していきます。最初に平坦路で2点間の通過時間を測定します。通過時間は 2.43 秒です。スケールスピードに直すと 55km 毎時。ここからは上り坂です。だいぶ減速してますよね。ちなみに左下のパワーパックですが一切いじってないです。通過時間が 3.90 秒で、スケールスピードは 34.3km 毎時です。平坦路に比較すると 38% ほど減速しています。次は下り坂です。こちらではかなり加速していますね。下りの通過時間は 1.96 秒で、スケールスピードにすると 68.1km 毎時です。平坦路に比較すると 24% ほど加速しています。上りと下りでは実に2倍近い速度差になっています。次に主の作った一定速パワーユニットです。パワーユニットは CPU を PSOC4 や PIC、Arduino などいろいろなもので作っています。この比較動画では PSOC4 を使用しています。まず平坦路で 3.66 秒で通過、スケールスピードは 36.5km 毎時です。加藤のパワーパックでは上りがギリギリ登れる速度で動かしていたので、当方のパワーユニットも上りで速度を同じにしています。上りの通過時間は 3.9 秒で、スケールスピードは 34.3km 毎時です。平坦路と上り坂の差は 6% しかありません。車輪のスリップなども考えれば上々ではないでしょうか。当方のパワーユニットも一切ボリュームは触ってないです。左下のパネルでボルがボリュームの値で 18% 固定ですよね。で、出力アウトは速度を検出して一定速になるよう自動で出力調整しています。次は下り坂です。こちらもどうなるか楽しみです。下り坂の通過時間は 3.23 秒です。スケールスピードは 41.4km 毎時です。平坦路との速度差は 13% です。下り坂の方が速度差が大きかったですね。基本モーターの回転数は同じなので、T 車にかなり押された感じかと思います。上り坂と下り坂の差は 20% でした。制御の入ってないパワーパックが2倍の速度差があるのに対し、20% しか違わないのであれば、上々かもしれませんね。普通のパワーパックだと、上り坂で止まってしまう場面でも、このパワーユニットは速度が一定で、上り坂を上がっていきます。さらにこの勾配のあるコースを、ごく低速で走行した映像も撮ってみました。ごく低速なので一周するのに時間がかかりますが、のんびりと見ていただければと思います。また、
パワーユニットの LCD を見ててもらうと、出力が勾配によって変化するのがわかります。もちろんパワーユニットが速度を検出して、一定速度になるよう自動調整しています。ボルがボリュームの設定値で、アウトが PWM の出力隆起です。FB がフィードバックのかかっている量で、ボリュームと FB を加算するとアウトになります。平坦度では出力は17から 18% ぐらいです。この値を覚えておいてください。上りに差し掛かると車両は減速するため、出力が徐々に上がっていきます。ここの上りの斜度は3から4度ぐらいです。通常のパワーユニットではこの速度で、この上りだと止まってしまいますよね。しかし、このパワーユニットは速度を検出して、止まらないよう出力をどんどん上げていきます。すべての貨車が上りになると、出力が 25% まで上がりました。このようにカーブが連続する部分も負荷が大きいようで、平坦でも出力は高めです。あまりにもゆっくりなので、だんだん飽きてきますよね。下りまでもう少しなので、あとちょっと辛抱してください。さて、ここからは下りに差し掛かります。普通だとジェットコースターのように加速しますが、ここでもちゃんと速度検出して、出力を徐々に下げていきます。この制御を作ったきっかけは、長編成で走らせるとどうしても上りや下りで、速度が極端に変化するのは、鉄道模型をやっている方なら一度は直面しているかと。これをどうにか補正したくて、このパワーユニットを生み出しました。また、細かい制御はソフトを修正することで、動きが変化するので、作成して何年も経ちますが、未だにソフトは調整のため修正しまくっています。さて全車両が下りになったところで、出力は 14% ぐらいまで下がりました。実際にはここまでゆっくり走らせる方はいないとは思いますが、ここまで一定速で走れるものを作ったのは、単なる自己満足の何者でもありませんよね。
今後もこのユニットは進化させていきたいですね。一定速制御で何かご意見、ご要望あれば、何でもコメント欄にお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。